여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 以前の動画で、王様の隣でいろんな面倒を見てくれるというか仕事をしてくれる궁녀の話したことありますよね。じゃあ実際そういった仕事をする궁녀たちはどれぐらいの給料をもらったんでしょう。気になったことありませんか？今日はその話をちょっと軽くやってみたいと思います。まず、궁녀には3種類があったのを覚えてますか？一番下が9。で、20年以上、ベテランになると3軍。そして、王に選ばれて側室になった場合は、不軍という王の側室になりますよね。それぞれ給料違いますけど、一旦今日は軽くまとめてお話ししてみます。まず、朝鮮時代は、今と違って給料をお金じゃなくて豆と干したら、そして韓国人が大好きなお米で給料をもらったんですね。で、実際それぞれどれぐらいをもらったのかをまず紹介して、それを現代のお金でどれぐらいかちょっと考えてみましょう。じゃあまず、ナインたちですが、基準は朝鮮末期の基準なんですよ。国の財産が裕福な時とか貧しい時によって変わったと思いますけど、朝鮮末期基準で一旦紹介しますね。当時の記録を見てみると、お米は 60kg、そして豆は 8.4kg、そして干したらは50匹だったらしいですね。で、これを現代のお金に変えてみると、一旦当時のお金では40から80ウォンぐらいの価値があったらしいです。で、最近の研究で1ウォン、当時の1ウォンが現代の5万ウォン、日本にしたら5000円ぐらいでしょうね。で、これぐらいの価値があったことが最近分かったので、それを計算してみたら、およそ20万円から40万円ほど毎月궁녀たちはもらったらしいですね。で、ここで皆さんすごく驚くことがありますが、これが全部手取りなんですよね。実際궁녀たちはお家が貧しいからこうやってお城に売られたということもありますので、結局家族を扶養するためにはこれぐらいの金額はもらわないといけないかもしれませんね。で、궁녀たちの勤労条件を見てみると、一旦まず衣服、食、で寮などは提供されますよね。もちろん無料ですよ。それと勤労条件なんですけれども、1日交代勤務をしたらしいです。つまり、1日しっかり働いて、次の日1日はずっと休んでたらしいんですよね。じゃあ、そしてベテラン궁녀3軍の話を見てみましょう。これも同じく朝鮮末期基準なんですけど、3軍の場合はお米がなんと 200kg。そして豆は9よりは少なくなりますが 8kg。そして、干したらが100匹ぐらいだらしいですね。これもまた計算してみると、当時最大200ウォンぐらいの価値があったようです。三軍は以前の動画で紹介しましたが、いろんな仕事の三軍があったので、三軍それぞれに給料が違かったようですよ。記録を見てみると、最大200ウォンの価値がある米と豆と干したらをもらったらしいです。これを現代の金額に考えてみると、1ウォンあたりが5000円だったので、なんと100万円ですよね。1ヶ月100万円。すごくないんですか？でもちろんこれも手取りですよね。三軍の場合は以前の動画で紹介したと思いますが、個人の自宅を持つことができますよね。そしたら自然にその自宅で働く人たちも出てくると思いますが、その人たちと一緒にご飯を食べるためにはこれぐらいは必要だったと思います。三軍の場合も同じく衣服、食、自宅が提供され、そして三軍の場合は9よりはちょっときつい勤務環境だったかもしれません。12時間交代勤務だったらしいです。12時間働いて、12時間休んで、また12時間働いたらしいですね。
最後に王の側室たちはどうだったでしょう。王の側室になると、実際軍女の身分ではありますけど、王室のお金を使うことになりますので、正式な金額はまだそこまで明らかにはなっていません。ただ、最近の研究でいろんな昔の文献から少しずつ記録されていた資料を集めたら少しはわかるようになったらしいです。それを今から紹介します。まず、これも一旦朝鮮末期の基準なんですけれども、一番少なくて115ウォンだったらしいんです。現代の55万円ほどなんですね。で、最大580ウォンまでもらった記録があったようで、これは290万円ほどになりますね。1ヶ月290万、すごくないんですか？そしてさらに、これも手取りですよね。この側室たちも仕事がもちろんありまして、一応まず、衣服、食を自宅が提供されるのは一緒で、仕事的には王妃の補佐をしたらしいですね。で、最低の金額と最大の金額がかなり差がありますが、おそらくなんですけど、王様と子供がいないか、またはお姫様だけいるか、または王子様を産んだのかによって金額が変わってきたと思います。ここで軽い話をしてみると、朝鮮の王영조を生んだ동이の場合は、意外とかなりお金持ちだったかもしれません。最後なんですけれども、そうしたら王の正室たち、중전ママとデビーママの給料はどうだったでしょう。皆さんこの前からずっと言ってるんですけれども、この二人はもうロイヤルファミリーなんですよ。給料をもらうかどうかの問題じゃなくて、正直に言うと、宮殿の中、王様のお金を自由自在に使える立場だったんですよ。なので、この人たちはお金や金額に制限がなかったんですよね。もちろん、後に他の動画で説明しますが、そういったお金が使うほどの暇のない忙しい生活をしたんですけど、とにかく給料はなくて、むしろ国の財産イコール私のみたいな感じになりますね。じゃあ今日はここまでです。君女たちは実際こういった給料をもらったというのが最近分かったので、皆さんも分かったら楽しいのかなと思って作ってみました。また今度面白いテーマで皆さんに伺います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。